で、大場さんコメントです。はい。AC ガイさんかな。はじめまして。カエデ盆栽の手入れ方法をいろいろ調べる中でこの動画にたどり着きました。はい。大変勉強になりました。はい。若い10センチ程度のカエデを今年4月に4センチの鉢に植え替えしています。養生木は大きい鉢がいいという情報と、小さい鉢では夏の水切れに不安があるのですが、葉刈りと植え替えをした方がいいのでしょうか。植え替えを頻繁に行うことも木に負担がかかるようで、1年待つか迷っていますということのコメントです。はい。植え替えはですね、必ず植え替えをすると、必ず樹勢は弱まっていきますので、で一旦弱まってまたそこから元気になるという、そのため植え替えをするたびにそういうことはどうしても起こるんですけど、根を切りますのでね。で、鉢が本来はちょっと小さめの鉢の方が、盆栽の場合は見栄えがいいというふうにはされてるんですけど、まだ作ってる段階の場合はですね、ある程度ちょっと鉢を大きくしてでも、その方が水持ちもいいし、根も自由に動くのでですね、いいとはよく言われます。ただ、もう今年植え替えをされてるのでですね、どうしてももし気になるようでしたら葉刈りはしても全然問題はないので、葉刈りをすることによって、葉がない時期は当然葉がある時に比べると水の、使用量というかですね、水を必要とする量割合も減っていきますので、若干は水切れ、防止まではいかないにしても、まるっきり葉がある時よりはいいかなというふうには思います。で、あとはもう管理場所ですね。やっぱ夏場に水切れをさせないためにはあんまり直射日光というのはもう当然ダメですから、ちょっとあんまり乾燥しないような場所、かといって、全く日の当たらないところあれですから、ちょっと半日陰みたいな形のところで、カラカラにはならないような工夫をしてあげた方がいいとは思いますけどね。本当に暑い時期ってうちでもそこまで去年なんか暑いのは暑かったですけどね、何年か前にだいぶ暑い時があって、で雨がほんと空梅雨で雨が降らなくて、で暑いっていう年があったんですね。もう10年近くなるかな。でその時はやっぱ店上の方にミストを走らせて、昼間ちょっと暑い時間帯に風上からふわーっと霧状のやつを流すと、そうすると 1,2 度体感温度というかですね下がるし、あとそれに扇風機をちょっと弱くですけどね、で風を動かしてあげて、風上から一緒に動かしてあげて、ちょっと涼しい環境を作ってあげるっていうのをやったことがありますけど、あれも一つの方法ですね。カラカラにしてしまわないっていう。ただ私は仕事ですからここにおりますので、当然そういうこともできるし、ちょっと乾いているなと思えば水をかけることもできますけど、なかなか個人でやられてて、特に若い方お仕事されてると昼間水かけっていうのはちょっと難しいでしょうから、余計にそういう工夫をいろいろしてあげるといいとは思いますけどね。ただ、水かけのところでご説明したこともあると思うんですが、溜めた水つけるのだけは NG ですから、それは避けた方がいいとは思います。ただ、ちょっと旅行したりっていうので1日2日っていうのはそれは OK ですけど、ずっとつけっぱなしっていうのはよくありませんので、そうじゃない方法を考えられるといいかとは思います。あと自動散水っていう方法も一つあると思います。今ホームセンターみたいなところで結構時間が来たら水が出るというような装置も最近はちょっと見てないですけど、以前一度調べた時には2,3,000円ぐらいであったんですよね。そういうのが水道蛇口のとこつけとって、そこからホースが出てるというような感じですけど、で時間が来ると何時って設定ができるんですけどね、そうすると水が決めた量出るというような、自動散水という形ですね。本当のきちっとしたやつを作ろうと思ったらやっぱお金もかかるでしょうから、ホームセンターあたりでちょっと2,3,000円ぐらいで買えるんであれば、数がそんなに広範囲でなければですね、これも一つの方法だとは思いますので、
まあいろいろな条件で変わるとは思いますけど、まあ水切れをさせないための工夫というのはやっぱ夏場は必要ですのでね、やってみられるといいかと思います。まあかけてくれる方がいらっしゃれば一番いいんですけど、だいたいそれで失敗したという方も話はよく聞きますので、昼間かけてもらえる人がいるから言って頼んでたら思いっきり枯らされたっていう枯らされたというか、それは頼んだ方も悪いんだろうというような気もしますけど、まあ人間がやることですからね、どうしても心配ならご自分でいろいろあの手この手やってみるのも手かなというふうには思います。まあ、うちなんかもこう夏場はもう日差しが強くなってくる頃からは遮光ネットをつけてますので、まあそれで随分乾きは違いますからね。特にまあ心拍松この辺は大丈夫なんですけど、どうしても落葉樹とかいう雑木関係はですね、まあ水切れも早いですからね。で遮光ネットも一つの方法ですね。だからまあ朝日はちょっと当たるけど、夕方仕事が終わって帰るまでの間はちょっと、木陰になるというような工夫をしてあげると、遮光ネットもですねいろいろパーセンテージがありますので、何十パー遮光っていうのがこうありますからね、その辺もよく見ながら、まあそういうお店の方とも相談しながらやってみたはあまり遮光量が少なくて結構日差しが強いという場合もあるでしょうからね、まあいろいろ試してみられるといいかと思いますけど、はいやってみてはどうでしょうかね。はい、ありがとうございます。それともう一件、はい、大内さんです。大内さん、はい、ありがとうございます。今朝の動画です。はい、雨の中撮影お疲れ様です。梅梅雨入り体調に気をつけてくださいということです。ありがとうございます。体調でね大丈夫なんですけどね、まあ私ももう還暦過ぎるとですね、もうてきめんはだから今年植え替えですね、くるからさんにお手伝いしていただいて、以前は運んでたかなというサイズのやつを手伝ってもらわないと移動できないというふうに、やっぱもうそういう年ですね。はいまあ無理をせず、はい、おじさんもなかなか元気のいい方だったですけど、はい、まあ夏バテしないようにですね。夏バテって、くるからさんは夏バテって経験ありますか？あんまないです。経験ないんですよね、夏バテっていうのは。逆に夏の方が元気になりますので、冬バテっていうのはありますけどね、寒くて動けないという夏は1年の間で夏が一番元気ですので、はい、まあかとは言いながら過信せず無理をしないように頑張っていきたいと思います。いろいろありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。